ドン・フアン・マヌエルの伝説。ドン・フアン・マヌエルは実在の人物である。彼は当時カリエ・ヌエバと呼ばれ、彼以後その名を冠することになった通りの大邸宅で堂々と暮らしていた。その家は今もなお立っている。彼は確かに一人の男を殺害している。その家の中で、街路ではなく、おそらく夜の11時頃に、そして1641年10月のある朝、カピリア・デ・ラ・エスピラシオン前の公主台で死亡したまま吊るされているのを発見されたのは確かだが、どうやってそこに至ったかについての説明はついに与えられなかった。この伝説の幻想が基づく錯綜した奇怪な事実のうち、伝わっているものはセニョール・オブレゴンによって収集されており、ここに要約する。ドン・フアン・マヌエル・デ・ソロルサノはブルモス出身、地位と富のある人物で、1623年に副王マルケス・デ・グアダルカサルの随行としてメキシコに来た。当地で彼は長らく繁栄し、立派な暮らしを送ったようである。1636年、彼はサカテカスの富裕な鉱山主の娘ドニャ・マリアナ・デ・ラグナとの結婚という幸運な縁組によって富を増した。彼の災難の発端は、副王第2 1635万1640マルケス・デ・カデレイタとの親密な友情である。副王の側から極めて実利的な性格を帯びた友情で、お気に入りへの過度な公的恩恵の付与に対し、スペインから抗議の声が上がるほどであった。さらに、ドン・フアンとその夫人が王宮で副王と多くの時間を過ごしていたことが、好奇心ある者たちの悪口を引き起こしたのである。事態が転機を迎えたのは、ドン・フアンが王室財務局の管理者に任命されたことであった。これはメキシコとスペインの間を毎年往来する艦隊から得られる莫大な収益を彼の管理下に置く役職であった。この極めて利益のある事業の運営は、それまで調査員アウディエンシアの管轄であり、調査員の構成員たちは、自分たちの不利益でお気に入りを富ませるという副王の振る舞いに対して、激しく抗議した。不愉快なゴシップが引き起こされ、民衆放棄の脅しが囁かれ、王財の到達を保証するために賄賂とともに王に対する訴えがなされた。しかし副王が動かしたバネは、調査員が送った金よりも強力だったに違いない。なぜならフェリペ4世はドン・フアンの利権を確認したのだから。と、事案がそのような状態にあった折、付随的な修文が持ち込まれた。スペインからの艦隊にて、一人のドニャ・アナ・ポルセル・デ・ベラスコがやってきたのである。名門での大変美しい令嬢で、海軍士官の未亡人で、未亡人となったことや他の不幸により貧困に陥っていた。彼女のかつての幸福な日々には、宮廷の幹として知られ、そこでマルケス・デ・カデレイタが彼女に求愛したことがあった。それゆえ彼女は副王の本を求めにメキシコに来たのである。彼女を王宮に泊めることは論外であったので、副王はドン・フアンに自宅で受け入れてくれるよう頼んだ。そういう運びとなり、その結果、さらに多くの不愉快なゴシップが引き起こされた。美しいドニャ・アナがその後どうなったかは記録されていない。物語における彼女の総和的な存在は、彼女の存在によってドン・フアンと副王に対する民衆の悪意が増したという事実によるもののようである。1640年のポルトガルとカタルーニャの反乱の波の遠い余波がメキシコの事案にも影響を与え、この悪意が効果的な行動として結晶化する機会を与えた。副王は召喚され、本を失ったお気に入りは投獄された。ドン・フアンへの収監、具体的な罪状は記録されていない、は、ドン・フランシスコ・ベレス・デ・ペレイラなる者によって署名された。セニョール・オブレゴンが述べているように、彼は、刑事裁判所の裁判官アルカルデ・デル・クリメンであるばかりか、犯罪的な裁判官アルカルデ・クリミナルでもあった。ノーエラソラメンテアン・エールシエール・ドゥ・デルシアルメンサイノアン・エールシエール・ドゥ・クリミナル。夫の解放を引き換えに、ドニャ・マリアナに不正な提案を持ちかけたからである。ドニャ・マリアナはその提示された条件を受け入れたようである。しかも非常に感謝の念を持って、ドン・フアンの解放によって完全なる承認が得られるまで、アルカルデの欲求に応える内容で待たされる用意があった。契約の清算が保留されている間に、ドン・フアンの解放を確保するための不正な交渉が進行中である旨が、獄中のドン・フアンに伝えられた。すると彼は、ある夜、自ら脱獄して解放を獲得した。まっすぐ自宅へ向かうと、そこにアルカルデを見つけ、ためらうことなく殺害した。ドン・フアン・マヌエルが確かに犯したただ一つの殺害。そこから、おそらく彼のその多くの殺害の伝説が生まれた。は、関係者全員の高い身分のために嘆かわしい醜聞を引き起こした。
張祖院はドン・フアンを裁きにかけることは決意していたが、可能な限り全権をもみ消すことで醜聞を鎮めようとした。新福王ドゥケ・デ・エスカロナ第2640万1642は、もみ消し方針については張祖院と一致していたが、自身に固有の理由記録されていないにより、ドン・フアンが処刑されないことを決めていた。それで、ドン・フアンが獄中に留まったまま、この件はかなり長期間にわたって停滞した。そのとのことの運びを見るに、張祖院は復王の寛大な目的に反し、その厳格な目的を、形式に関わらず効果的な手段によって達成したとみられる。確かに、1641年10月のある朝、伝説に描かれている通り、まさに、ドン・フアン・マヌエルはカピリア・デ・ラ・エスピラシオンの前の公主台で死亡したまま吊るされて発見された。セニョール・オブレモンは、自身の物語の歴史的部分を以下の言葉で結んでいる。あの暗い行為を引き起こしたのは、おそらくその命令を発したと推測されるボイドール長祖官たちの仕業であろうが、彼らはそれを天使のせいにした。そしてここで歴史は終わり、伝説が始まる。と、カリエ・デ・ラ・クルス、ベルデの伝説。セニョール・アレリャノは緑の十字架の伝説を文書で裏付けるために、共感に満ちた自身の版に次の注を加えている。数年前、私はサン・ミネル教会かサン・パブロ教会のいずれかで、片隅にしまわれた聖堂の銘板を見た。それはかつて墓の上にあったものである。銘文には、ドニャ・マリア・デ・アルダラ・フエンテ・ラライ・セムーラ・デ・マンニケ、1573年8月11日、リップ、安らかに眠れとあり、銘文の下には大きなラテン十字架があった。おそらくその銘板は溶かされてしまったのであろう。後に私が探しに行った折には、見つけることができなかった。と、この記録は、麗しい伝説の真実を、その主人公と主人公の霊場が実在の人物であり、その婚礼が実際に行われたことを称する範囲で明かし立てている。同時にこの記録は、ドン・アルバロは副王ドン・ガストン・デ・ペラルタの随行としてメキシコに来たお方で、副王の首都入場は1566年9月17日であったから、彼らの夫婦生活が7年に満たなかったという物悲しい事実をも称する。十字架が掘られている、かつては稲のあった、しかし今は傷んだ家は、古くは市内の日なる界隈であった一角にある。十字架の上にある今は空っぽの聖人の壁画は、身分のある者が住んでいた古い家々の特徴の一つである。この十字架はかに類を見ない。市内の他の家でこのように装飾されているものはない。アルタル・デル・ペルドンの伝説。シモン・ペーレンスはフランドル人の画家で、第三代副王第2566万1568ドン・ガストン・デ・ペラルタ・マルケス・デ・ファルセスの随行としてメキシコに来た。彼がアルタル・デル・ペルドンのために慈悲の聖母像を描いた。おそらく描いたであろうとしても、その絵は失われている。おそらく、現在の大聖堂1573年起工、未完のまま1656年建堂が、征服直後に建てられた原初の建物に取って代わった折、祭壇から取り除かれたのであろう。現存するアルタル・デル・ペルドン上のカンデラリアの聖母は16世紀末頃にメキシコに来た著名なスペイン人画家バルタサル・デーチャベチ氏によって描かれている。ペーレンスが伝説に描かれているのと類似はしているが明らかにより不愉快な状況下で仕事をする機会を持ったのは確かである。セニョール・オブレモンがこの不幸な画家の苦難を示す事実を提示することで明らかにしている。これらの事実はまた付随的に多くの土地の聖人殿に変装を加えて見られるある奇跡譚がメキシコに現れた経緯をも説明している。セニョール・オブレゴンの情報源はフライ・アロンソ・デ・モントファル時代の原文書である。彼はメキシコの第二代大司教第2 1554万1572であったドミニコ会士で、メキシコにおける異端審問所の正式設立1571年以前の慣習に従って異端審問官の職をも兼ねていた。それゆえ、ペイレンスの事案が持ち込まれたのは、彼の代理プロビソールに代表された彼の前であった。この文書に記されているところによれば、ペイレンスは友人たちとの親しい談話の中で、単純なる不純インコンテイネンシアは罪ではないと宣言しており、さらには肖像画を描くのは好きだが、聖人画や経験画を描くのは好きではない。また描くつもりもないと宣言したという。友人たちは不純に関する彼の見解は教会当局に告発される根拠となり得ると諌めた。それゆえ慎重を期して自身の告白によって自分にかけられるあらゆる権威を先回りしようとしたものか。彼は1568年9月10日、ミトラの長官ゴベルナドール・デ・ラ・ミトラであるフライ・バルトロメ・デ・レレスマに自身を告発したのである。彼の告白の結果として明らかに期待していた赦免を受けるどころか、
彼は逮捕され、獄に投じられた。4日後の9月14日に、彼は正式に取り調べを受けた。彼に発せられた問いに対し、彼は容姿こう答えた。自分はアントワープに生まれた。父はフェロ・ペーレンス、母はその妻コンスタンサ・リラである。自分はユダヤ人の血を引いていない。家族の誰一人として非単身文書の取り扱いを受けたことはない。若い頃にリスボンへ、後に当時宮廷のあったトレドへ赴き、画家としての職を実践した。シースペインへは復興の随行として、自身の運命を改善することを期待してやってきた、と。自分への権利については、こう説明した。単純なる不純の無罪性について自分が語ったことは、友人との談話の中で軽い気持ちで語ったものであり、しかも自分のスペイン語の知識が不完全であったためによく誤解されたのかもしれない。肖像画を描くのが好きで聖人画は描きたくないと言ったのは、ただ肖像画の方が報酬が良かったからである、と。彼の裁判が続いた。多数の証人、多くの画家を含むが尋問されたものの、彼自身の取り調べで明らかにされた事実以上のものは、彼に対して提出されなかった。ペーレンス本人からより十分でより自白に近い告白を引き出すために、プロビソール・ドン・エステバン・デ・ポルテイリョは、彼を拷問の試練に付すよう命じた。この試練は12月1日に施された。その折、ペーレンスは、拷問台の3度の回転に耐え、麻布で口に滴らされた水を3坪分飲み下した。が、それまでの陳述を変更したり拡張したりはしなかった。ゲームのルールによれば、彼が異端審問所の隠語で言うところの、自身の苦しみを征服したのだから、彼に対する手続きは、ここで終了するべきであった。ミスター・リー・スペイン領における異端審問198ページは、彼の事案について論評し、こう書いている。これによって彼は釈放されるべきであったが、12月4日に裁判の費用を支払うことを、そして大聖堂の祭壇画として慈悲の聖母を書き終えるまで死を離れぬという保証を提供することが命じられた。彼はこれに従い、絵は正式に大聖堂にかけられた。と。アドアナ・デ・サント・ドミンゴの伝説。旧アドアナ、この建物はもはや税関としては用いられていない。の正面階段の中ほどのアーチの上には、ドン・フアンが彼女のためにかくも激しく働いた令嬢ドニャ・サラ・デ・ガルシア・ソメラ・イ・ラクニアの頭文字を仕込んだオリク・アクロスチックの名文が今も読み取れる。商務評議会の長としてサンティアゴ騎士団のカバリエロ・コロネル・ドン・フアン・グチエレス・ルビン・デ・セリス、評議官として同騎士団のドン・ガルサ・デ・アルバラド及びドン・ルカス・セラフィン・チャコンをもって、本アドアナの建造は1731年6月28日に終結した。ラムヘル・エラーダの伝説。おそらくこの伝説は、ある古い実在の修文、あまりに有名でもみ消すことができず、極めて強化的な仕方でわざと公衆に開示されたものを基礎としている。確かにこの物語は、こういった露骨な悪行を抑制することに最も関心を持つ定である聖職者たちによって、罪に対する模範的な罰を示すことで抑止的道徳を打ち込む目的で形を整えられたように見える。私が本文で用いた大衆版とほぼ同じ内容で、ドン・フランシスコ・セダの1760年頃は、その楽しいメキシコ通信 NOTI シワヌネスデーム以降でこの物語を語っている。優しい軽心と陽気な不正確さの双方に基づくこの饒舌な年代記は、これ以上ないほど温かい言葉で推奨できるものである。私が確認したところでは、1670万1680年の間に、とセダノは記している。このメキシコシティで恐れるべき、また恐怖すべき事件が起こった。と、それからこれ以上の前置きをせずに、彼は実質的に私が語った通りに、けれどもはるかに平易な言葉で物語を語る。神父と鍛冶屋が、女が冗談を共に楽しめるように起こそうとした絶頂の場面に至るまで、そこから彼は続ける。二度目の呼びかけにも彼女が答えないので、彼らは彼女をもっとよく見てみたところ、死んでいることが分かった。さらによく調べてみると、彼女の手と足には4つの鉄の蹄鉄が固く打ち付けられていた。そこで彼らは、神の正義がこのように彼女に苦しみを与えたのだ。そして2人の黒人は悪霊だったのだ。と悟った。恐怖に圧倒され、これほど恐ろしい状況でどうすべきかわからず、彼らはサンタカタリーナ教区教会の主任司祭ドクトル・ドン・フランシスコ・オールティスのもとへ助言を求めていくことに合意し、彼を連れて戻った。戻ると、家にはすでにイエズス会のフアン・ホセ・ビダル神父と、共にカルメル会の修道士が誰に呼ばれたのかは語られない折、彼らも呼ばれていたのである。
3人で女を一緒に調べたところ、彼女の口には靴輪があり、手足の蹄鉄については言及されていない。彼女の体には、悪霊たちがラバの形に蹄鉄を打ちに連れて行く折に与えた打撃の後の無知傷があった。前述の3人主任司祭、リダル神父、カルメル会士は、女を家屋内に掘った穴に埋葬すること、関係者全員に秘匿を命じることに合意した。恐怖に震える神父は、自身の生き方を改めると宣言した。そして家を離れ、二度と姿を見せなかった。と、セダノは物語を、関わった聖職者たちの実像に関する事実で裏付けている。サンタカタリーナの主任司祭であるドクトル・オルティスは、目にしたものに内的に動かされて修道に入る決意を固め、イエズス会に入った。そこで非常に尊敬されつつ、84歳で亡くなるまで奉仕を続けた。彼は常にこの事案を驚嘆を持って振り返っていた。特攻と説教で名高いホセ・ビダル神父の回想録は、イエズス会のフアン・アントニオ・デ・オビエド神父によって執筆され、1752年にサン・イルデフォンソ学院で印刷された。その回想録の第8章41ページで、この事案は言及されている。ビダル神父の書類の中にこの記録が見出されたのである。と、セダノはさらに、自身が1760年にラ・プロフエーサ教会で行われたイエズス会神父の四旬節説教の中でこの事案が言及されるのを聞いた、と付け加えている。セダノはさらに次のように記している。カリエ・デ・ラス・レハス・デ・ラ・バルバネラには、かつてカサ・デルップ・ハバンテと呼ばれていた共同住宅がある。それは戸口の石の間草に蹄鉄職人のナイフ・プハバンテとペンチ・テナソスが彫られていたためである。この彫刻は何度も目にした。それは、この家でこの女に蹄鉄が打たれたことを記念し、鍛冶屋が住んでいた家を示すものとされていた。家現在の5番地の場所は補修されて彫刻は消されてしまった。プエルタ・ファルサ・デ・サント・ドミンゴ通りには、かつて中央に溝が走っていたが、プエルタ・ファルサに面した古い崩れかけた家現在の7番地の場所があった。そこに、私の古物研究の友人から聞いたところでは、神父と女が住んでいた。これはありそうな話である。リダル神父はこの家がサンタカタリーナ教区教会の近くにあったと述べているし、そのためにドクトル・オルティスがその教区の出来事について記録を残すのは自然なことだからである。と、イケルボーレイの伝説。この伝説のテーマ、超自然的手段による生きた人物の世界の一地点から別地点への移送は、民話のモチーフのうち最も広く分布するものの一つである。千夜一夜物語、容易に参照できる作品の名を挙げれば、2は変装を加えてこのモチーフが繰り返し見出される。アーリングのアルハンブラ物語にもこの版の一つが見られる。マンコ総督と老兵。私の本文の版とはアンチ的な類似を持つものである。けれども、歴史古の物語は、それ以外の点では十分に裏付けられた歴史的悲劇に付随する一層話として、真摯な歴史家により提示されることで独自性を獲得している。フィリピン諸島の総督ドン・ゴメス・ペレス・ダスマリネスがモルッカ諸島で頭をひどく割られて、1593年10月25日にそれが原因で死亡したこと、そしてその同じ日にメキシコシティで彼の痛ましい最後の知らせが発表されたこと、これらは自然的事実と超自然的事実の両者であり、いずれも最も信頼に足る権威に基づいている。それは私がここに簡潔な形で示すセニョール・オブレゴンによる伝説の文書化からも明らかである。物語の本質的な帰還を支持する慎重な証言は、当時の真摯な歴史的著作フィリピン諸島の自責 SUCESOS デラスイスラス FILIPIN レースに見られる。著者は王立調査院の刑事裁判官で、スペインの異端審問所の法律顧問コンスルトルを務めたこともある学識深きドクトル・アントニオ・デ・モルガである。この高名な人物は、ドン・ゴメス・ペレス・ダスマリナス殺害の知らせが、殺害が起こったまさにその日にメキシコシティのプラサ・マヨールで知られていたという奇妙な事実を付け加えている。けれども彼の法律家としての慎重さがいくらかぼかすように働いてか、その知らせがどのような手段でもたらされたかは知らない、と続けている。何のぼかしもなく、フライ・ガスパル・デ・サン・アグスティンは、その知るフィリピン諸島の征服で物語の全体を語っている。それによれば、カンボジア王の使節が援助を求めてマニラに来た折、総督ドン・ゴメス・ペレスはそれを口実に、モルッカ諸島を奪うための衛星を企てて、1593年10月17日にマニラを発った。だが1週間後、嵐で艦隊から離れた総督の船では、あまりに過酷に焦がされた250人の中国人漕ぎ手が反乱を決意する。そして到着の夜、10月25日。
闇の中で互いを見分けるために白い衣をまとい、彼らはスペイン人に対して立ち上がり、一人残らず殺害した。総督は船室から出てきたところ、頭を半分割られ、彼らの死体を海に投じたのである。フライ・ガスパルは、ドン・ゴメス・ペレスがそういう悪い結末を迎えたのは天からの正当な報いであった。なぜなら、彼は様々な機会にフィリピン諸島の司教と傲慢にも争い、論争した。からだ、と指摘している。そしてこの見方を支えるべく、彼は総督の当然の殺害が、マニラとメキシコで超自然的な印によって告知された。と宣言する。マニラでの告知は象徴的なものであった。殺害のまさに当日、彼の肖像が描かれていた壁サン・アムスティ修道院の壁に、彼の頭蓋の割れと正確に対応する亀裂が開いた。と、もう一方の告知、伝説に描かれているそれについては、彼は確信ある言葉でこう書いている。ゴメス・ペレスの悲劇が起こったまさにその同じ日に、その悲劇がメキシコでサタンの術によって知られたことは、深く考察するに値する。サタンは、こういった美少佐を好む幾人かの女ども、アルムーナスム UJE レ GCLINADASSEMEJNTSAGILID レで ES を用いて、マニラの城壁で警備に立っていた一人の兵士を、メキシコシティのプラサマヨールに移し替えさせた。それは兵士に感じ取られぬほどに行われたので、朝、火縄銃を手に保証を務める姿で発見された折、自分はどの市にいるのかと話しかけてきた者に尋ねたほどであった。神聖なる審問書の命令により、彼は当初とへ送り返され、彼を知る多くの者が、私にこの事件の真実を保証してくれた。と、セニョール・オブレゴンの慎重かつ公平なフライ・ガスパルの語りに対する論評は、これ以上に改善し得ない。彼自身の言葉でそれを示そう。これほど頭の優れた年代記著者、アン CRONYS とタンセスドの断言を前にしては、私どもは切らず捨てずである、ノー KONE の OS2QUITONOS レイ。それに続けて、批評家たちにこの物語が彼に語られた通りに語ったのだ、と告げる引文を加えている。Y サイレクター DIJARES SER コメント。コモミーローコンタロンティーロークエント。そして読者よ、これを物語というとあれば、我が語られたままを汝に語る。呪われた鐘の伝説。この伝説は民族の生育の興味深い一例を提供している。セニョール・オブレモンが語るところによれば、物語は単にスペインの小さな町にあった教会の鐘が悪魔に疲れて人手の介在なしに不適切になり、その罪により舌をもがれてメキシコへ追放されることを命じられたという話である。セニョール・アレリアノが語る版では、物語は悪魔に疲れたヒルデ・マルカダンテが身につけたために悪魔に疲れた甲冑から始まる。この甲鎧は十字架に再鋳造され、その中に悪魔は閉じ込められて無害となる。十字架は鐘に再鋳造され、解き放たれた悪魔がそれを所有する。そしてそこから物語は前と同じく進む。セニョール・フアンデ・ディオス・ペサが引文で語るところでは、甲冑は初めから悪魔の誕生によるもので、ヒルデ・マルカダンテの元に来る前に、異教徒と邪悪な封建領主によって順に身につけられたことで、一層悪魔の力を強められている。彼が所有したところから物語は前と同じく進む。この伝説の第4の完全にスペイン的な版は、ベッケルの悪魔の十字架である。そこでは悪魔の甲冑が数々の残虐の末に炉で溶かされ、十字架へと再鋳造される。だが、その十字架自体が呪いを宿し続け、その前で唱えられる祈りは、かえって呪詛となるという。セニョール・オブレゴンは、メキシコにおける鐘の歴史について知られていることを記している。中ぐらいの大きさ。デトウの獅子に支えられた帝の冠の形をした釣り具。一方の面には、常にオーストリア化の紋章を握る相当の足のレリーフ。もう一方の面には、カルバリオ・キリスト、聖ヨハネ、聖母。公園付近には、サルベ・レジーナの言葉と名文。メイシロドリーゴミーデ・フエシアイチで1530。マエセ・ロドリゴが画を作りたり、1530年。メキシコ到着の不明な時期から18世紀最後の四半期まで、それは王宮の回廊の一つに無意に置かれていた。それを発見したのは、福王、在任1789万1794コンデ・デ・レビリア・ヒヘドであり、いかなる無意も剣をしたこの勢力旺盛な人物によって、たちまち稼働させられたのである。彼の命に従って、それは王宮中央扉の上、時計のすぐ上の鐘のつま壁に吊るされた。
その位置にあって時計金として一義に務めを果たし、70年以上にわたってそこにあった。フランス干渉期1867年12月にそれに代わる新たな鐘が設置され、これを妖怪せよとの命令が出された。おそらくは当時メキシコで多くの教会鐘がそうなったのと同じく大砲に再鋳造するためであろう。セニョール・オブレモンはこの点について情報を与えていない。けれどもその変態に関して計画されたことは何であれ実現しなかった。液状の金属が頑強となって再鋳造できなかったからである。これほど悪い記録のある鐘に関するこの奇怪な事実陳述には例外的な興味があるので、セニョール・オブレモン自身の言葉でそれを再起する。Entonces, vemos de uno fue no DIRLE más RV RIFI DSCOM 企業 S をヘルメタル。それで妖怪が命じられたが、それを実行する折、金属が崩れた。カリエ・ホン・デル・パドレ・レコーナの伝説。死人が国会した通りの名と、その国会を聞いた神父の名が自然と混同されたために、この伝説は今日しばしば、パドレ・ランサではなくパドレ・レコーナにまつわるものとして語られる。私が国会の場面を探していた折、カリエ・ホン・デル・パドレ・レクオナで出会った一人の老人は、そのように物語を私に語り、心からの誠実さでその家を指さしてくれた。その語りに従い、私自身もこの伝説の最初の発表でこの件を取り違えていた。パドレ・レクオナがどなただったのか、なぜ通りが彼の名を冠することになったのか、私は突き止められなかった。おそらくそこにはまた別の伝説が潜んでいるのであろう。セニョール・リバ・パラシオはこの物語を、神が今その栄光のうちに保ちたまう、名のない私有同士のものとして語り、1731年のこととしている。物語の動機は、メキシコにおいて伝説に与えられた最古の年代よりもはるかに以前にスペインで見られる。カルデロンの戯曲十字架への新人ナデボシエヌ・デラクルーズの邪悪な主人公は、死後の国会により罪深い魂を清める許しを与えられる。物語に名が貼り付けられたパドレ・ランサ。おそらくは貧しき人への慈愛深い奉仕でよく知られていたために、老婆のしつこい懇願に折れる人物としてふさわしいとみなされたために、19世紀初頭にメキシコシティに住み、大層愛され尊敬された実在の人物であった。セニョール・ロア・バルセナは、生ける魂を内に粛す死体との奇怪な出会いの年代を1820万1830年代と定めている。細かな言葉の他に、この伝説には2つの異なる版が伝わっている。私が本文で示した版がより一般的なものである。もう一つ、より広く知られていない版の舞台は、カリエ・デ・オルメドにある古い家、カリエ・ホンデル・パドレ・レクオナから1マイルほど離れており、市内のはるかに古い内区にある、である。簡潔に申し上げれば、カリエ・デ・オルメド版は次のような趣旨である。メンド修道士は、立派で心優しき修道士で、ある暗い夜、街路で一人の男に出会い、瀕死の者の国会を聞きに来てほしいと懇願される。修道士は所属する修道会の修道服をまとい、腰帯からはロザリオを下げている。彼は近くの家に案内され、家の中で見つけたのは木の身にまとった非常に美しい女で、両腕を縛られていた。瀕死の状態でないことは明らかで、修道士は説明を求める。それに対して男は乱暴に告げる。この女はじきに非業の死を遂げる。私は死を与えねばならぬ。気が向くなら、その罪深き魂を清めるがよい。あるいは汚れたまま残しておくがよい。と、修道士はそれに屈し、彼女の国会が始まる。それはあまりに長引くので、男は忍耐を失って唐突に終わらせ、修道士を家から押し出してしまう。閉ざされた扉越しに悲鳴が聞こえ、彼は再び入ろうとするが、扉は固く閉ざされたままで、彼の叩く音には答えがない。彼は腰帯にロザリオがもうないことに気づく。それを取り戻すため、また女の安定の懸念を鎮めるため、彼は夜景を呼び、法の名のもとに扉を開けるよう要求してくれと頼む。家の中からは激しい叩く音にも応答がない。それに目覚めた老婆が近所の家から出てきて、彼らに告げる。そこを叩くのは無駄である。自分は長い生涯にわたってこの家の隣に住んできたが、
長い生涯のいつなりともこの家に人が住んでいたことはないと。ヤケは提灯を扉に近づけて、ノーバの言うことが扉の隙間に詰まり、鍵穴を塞ぐ固まった埃で裏付けられているのを見て取り、入室の試みを断念しようとする。修道士は入らねばならぬと固執する。ロザリオが家の中にあるのだ。それを取り戻す決意である。扉は破らねばならぬと修道士に折れ、ヤケは扉を破り、二人で中に入る。床には黄ばんだ骸骨があり、その周りには朽ちかけた絹の切れ端が散らばり、頭蓋の眼下には蜘蛛の巣があり、その黄ばんだ骸骨を横切って修道士のロザリオが置かれていたのである。メンド修道士は両手で顔を覆い、一瞬よろめき、それから恐怖の直呼を叫びながら倒れて死ぬ。神よ、私は別世から来た魂に国会を授けてしまった。と、その時には集まっていた近隣の群衆が叫ぶ。メンド修道士は死んだ。死人に国会を授けたゆえに。と。ラ・ヨローナの伝説。この伝説は他のすべての伝説とは異なり、スペイン・メキシコ起源ではない、完全にメキシコ的なもので、原始時代からの直接の生き残りである。アステカの女神とこのメキシコ民話の中で最も広く流布したものとの関連を見て取ることなく、確かに気づいていないままに、セニョール・オロスコ・インペラはこう書いている。トロケ・ナワケ普遍の創造者は、ある縁に男と女を作った。彼らは人類の祖先である。女はシワコを取る女の蛇メスの蛇、聞き取る私どもの母または私どもが生まれ出た子宮、テオヤオミン騎士者の魂を集める女神、そしてキラストリ双子を産むとの願意を持つ名で呼ばれた。彼女は白衣をまとい、肩に小さなゆりかごを担ぎ、まるでこう抱いているかのように現れる。すすり泣き、絶叫する声が聞こえる。この出現は不吉な前兆とみなされた。と、同じ女神に言及して、フライ・ベルナルディーノ・デ・サーグンは1585年頃メキシコのキリスト教改宗者にこう諭した。あなた方の祖先もまた、女として描かれていたある悪霊を崇拝するという過ちを犯した。彼らはその名をシオアコアトルと呼んでいた。彼女は王宮の貴婦人のような白衣をまとったいでたちで現れた。彼女は怯えさせ、ESKA のトゥノトゥノ、震え上がらせ、ASOMB まとえて、夜に大きな声で叫んだ。と、これらの引用から明らかなように、ラ・ヨローナはラステカ神話からの逸脱者である、古き強大なる女神であり、現代に至るまで、その悪のための力は弱まりつつも、なお強力であり、生き続けているのである。彼女はメキシコシティに特に属するわけではない。彼女に対する信仰は、かつてはアステカの支配下にあった地域に限られ、今もなおその地域で最も強いが、現在は全国の多くの場所で土着化している。この拡散は、信ずる者と共に移住するという民族神話の認められた特徴と一致しており、ラ・ヨローナの場合は、コンキスタドーレスが採用した辺境の入植地を強化するために、忠実なアステカ人の入植地を傍らに置くという慣行に起因すると合理的に推測できる。彼らは、キリスト教の上塗りの下で、古来からの神々への古来からの信仰を保ち続け、今日もメキシコのいわゆるキリスト教化されたインディオが保ち続けるようにのである。土地を移されると、民族神話は新たな環境による変容をかむりやすい。例えばメキシコチティのヒノメスーシはバスクのバカ・デルンブレ、あるいはアルハンブラのシエテ・スエロス島から真夜中に現れ、地獄の犬の群れに追われて街路を駆け抜けるグラナダのゴブリンバ、エル・ベリユードの改作の可能性が高い。けれどもラ・ヨローナは移住の中で様々な舞台を与えられたものの変わらず保たれてきた。常にそしてあらゆる場所で彼女は同じである。夜に寂しい場所で失った子供たちを呼んで嘆きながら歩く白衣の女。彼女と話す者は誰一人として生きて逃げられない邪悪な存在である。ドン・ビセンテ・リバ・パラシオの陰文版は複合的なように思える。天使の神話と複合時代の現実の悲劇との融合である。導入として彼は200年以上にわたって白衣をまとった謎の女が真夜中に死の街路を駆け抜け、聞いた者は誰でも恐怖に気を失うほど鋭く悲痛な嘆きを発する。という大衆物語が様々な形で行き渡っていることを語る。次に物語が続く。亡き女ルイサは
生前は民衆の中の女で大層美しかった。恋人のドン・ムニオ・デ・モンテス・クラロスとの間に3人の子を設けた。彼は自分と同じ階級の貴婦人と結婚するために彼女を捨てた。彼の家の窓越しに彼女は彼の婚礼の宴を見た。それから家へと急ぎ、ドン・ムニオが預けていった探検で眠っている我が子たちを殺した。白衣をその地で点々と染めながら、亡き子供たちを残し、街路を狂ったように駆け抜けた。悲しみと罪の苦悶のうちに絶叫しながら、最後に、自身の3人の子を殺した女が絞殺されるのを見るために大群衆が集まり、同じ日に、壮大な葬列がドン・ムニオの墓へと向かったのである。そしてこの夜の街路を絶叫しながら駆けるのは、今もなおこのルイサなのである。私の友人ヒルベルト・カノが、私が本文で示した反大衆版の私の転居である。畏怖に満ちた神秘と漠とした恐怖において、原始の時代に描くあるアステカの女神に対して間違いなく抱かれていた、まさにその感情を保存しているように、私には思われる。